はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマはダウ理論の目線付けの2つの方法。環境認識やポジションを持つ方向を決定する際に重要な目線ですが、ダウ理論を用いた目線付けの2つの方法を解説します。日本では押し安値や戻り高値を基準に目線付けを行っている人は多いと思いますが、実は世界に目を向けると同じダウ理論であっても異なる方法で目線付けを行う投資家やトレーダーが数多く存在します。そのため別の視点での目線付けの方法を知ることは相場を客観的に見ることにもつながります。ぜひ動画の内容を参考にしてください。まず最初にそもそも目線とは何かというところを確認していきたいと思います。これも人によって色々な捉え方があると思いますが、僕自身は売り買いの優劣が切り替わるラインというように定義しています。相場というのは市場参加者全体の相違で動きます。全体として買いが優勢ならば上がっていきますし、売りが優勢ならば下がっていきます。例えばこのような値動きが存在した場合に、この赤のラインを目線付けの基準として見ている人がいたとします。この場合、このラインを超えるまでは上目線というのは、そのラインを超えるまでは市場参加者全体の相違として買いが優勢であると判断するラインという意味です。逆に言えばここのラインを割ってくれば下目線に切り替えるということですね。で、一つ補足をしておきたいのは、上目線の時は売りを狙ってはいけない。下目線の時は買いを狙ってはいけないということではありません。買い狙い、売り狙いというのはあくまで個人の戦略の話なので、目線が上だろうが下だろうがそこに優位性を見出すことができるのであれば、目線に関係なく売り買いどちらを狙ってもいいのです。ここはごっちゃにしないように注意してください。はい。それではここからは目線付けの2つの方法を紹介していきたいと思います。まず1つ目の方法は、押し安値と戻り高値を基準とするというものです。これについてはご存知の方も多いと思いますが、改めておさらいをすると、今この図の左側の部分ですね、このように高値と安値を切り上げる上昇トレンドが発生しています。そしてこの上昇トレンドにおける最後の高値更新の起点となった安値、ここの安値のことを押し安値というふうに呼びますが、ここを割るまでは上目線として見るという考え方です。そしてこの押し安値を割ったタイミングで上目線から下目線に切り替えるというものです。この押し安値下にブレイクすると、今度はここの高値が戻り高値ということになりますので、この戻り高値を下に抜けるまでは、ここの戻り高値より下の部分を下目線として見るという考え方です。では実際のチャートを使って見ていきたいと思います。今表示しているチャートは、ポンド円の2024年2月の4時間足です。当時はこのような上昇トレンドが発生していたんですが、この上昇トレンドにおける最後の高値更新の起点となった安値、ここのスイングローですね。ここのスイングローが当時の押し安値です。ただこの押し安値がブレイクされていますので、この時点で手前の上昇トレンドが終了して下目線に切り替えるという方法です。そしてこの押し安値を割ったことで、今度は戻り高値がここのスイングハイになりますので、この戻り高値を抜けるまでは下目線として見るというのがまずこの一つ目の考え方です。で、この後の様子を見ていくと、はい、この押し安値を割った後に戻しを形成して、そこから再び下落して、この直近の安値をブレイクして下降トレンドに転じているということがわかります。この一つ目の方法に関しては、こちらの動画でより詳しく解説しています。さらに詳しい内容を知りたいという方は、こちらも合わせて視聴してみてください。はい。では続いて2つ目の方法を見ていきましょう。2つ目の方法というのは、高値安値の切り上げ、切り下げに着目して目線付けを行うという方法です。どういうことかというと、この右側の図の左半分の部分、ここの部分は先ほどの1つ目の方法と同様に、高値と安値を切り上げる上昇トレンドが発生しています。ただ、ここの高値に注目をしてください。ここで直近の高値を超えることができずに、そのまま下落して直近のここの安値を割っています。つまり、ここの高値からここの高値へ高値を切り下げて、さらにここの安値の切り下げも確定したことになりますので、ここの安値を割ったタイミングで、高値安値切り下げの下降トレンドがスタートしています。ですので、ここの安値を割ったタイミングで下目線に切り替えるという方法です。この安値のラインのことをネックラインというふうに呼びます。ここの部分がダブルトップになっていますよね。で、押し安値は左の一つ目の方法と同様に、ここに控えているわけなんですが、この二つ目の方法で目線付けをしている人というのは、押し安値を割っていようがいまいが、高値安値の推移のみに着目するので、このネックラインを割ったタイミングで下目線に切り替えてくるということです。で、このように見ている人が多ければ多いほど、すでに下降トレンドになっているわけですから、このようにネックラインを割って戻ってきたところから売りを仕掛けてくるわけです。で、その売り手勢が買い手勢よりも強ければ下降トレンドが続いて、結果としてここの押し安値を割ってくることにつながる。そういう値動きが発生するということになります。この後実際のチャートの動きを見ていきますが、実際の相場の動きでも押し安値や戻り高値をブレイクする前には、すでにトレンドがある程度進展していることって結構ありますよね。
はい。また、右の形のことを英語圏ではフェイラースイングと呼んだりします。一方の左はノンフェイラースイングと言います。フェイラーというのは英語で失敗という意味です。なんで失敗かというと、この図の山と谷の部分をスイングハイとスイングローとして見てほしいのですが、スイングハイローがわからないという方はですね、こちらの動画を見てください。この動画の中でスイングハイローとは何なのかを詳しく解説しています。まず、ここの高値に注目をしてもらうと、ここの高値というのは手前のスイングハイを更新することに失敗していますよね。だからフェイラースイングというふうに呼びます。また左側のパターンのことをノンフェイラースイングと言います。ノンは否定という意味、つまりスイングハイローを更新することに失敗していないパターンということになります。ここの高値のところから一気に下落して、この押し安値を割っていますよね。右側のパターンとは挙動が違います。この英語の名称に関しては覚えなくていいと思います。ここに示したように押し安値戻り高値ブレイク型と高値安値切り上げ切り下げ型でいいでしょう。ただ英語圏ではこのように2つのカテゴリーに切り分けて考えられているということです。はい。では2つ目の方法に関して実際のチャートを見ていきたいと思います。今度は2024年年初付近のユーロドルの冷やしチャートを表示しています。チャートの真ん中付近、上昇トレンドが発生していることがわかります。当時の押し安値はここです。ここが当時最後の高値更新の起点となった安値です。そしてここのスイングハイに注目をしてください。ここから反発したんですが、直近のスイングハイ、こちらのスイングハイですね。ここを超えることができずに、そのまま反発の起点の安値を割り込んでしまっています。この時点で高値が切り下がり、安値も切り下がったので、このような下降トレンドになっています。押し安値はここに控えているんですが、すでに下目線に切り替えている人もいるということですね。はい。そしてここの安値、ここがネックラインに該当するんですが、このネックラインを割った後に戻したところから再び反落して安値を更新。そのまま下降トレンドが続いて押し安値をブレイクするまで至っています。当時の押し安値の位置はここですが、押し安値を割る前にすでに下降トレンドになっていることがわかると思います。このことはネックラインを割って手前の上昇トレンドが終了して、かつ高値安値の切り下げ、つまり下降トレンドがスタートしたというふうに見た相場参加者が多いため、こういったところから売りが勝っていったというふうに見ることができます。はい、よくですね、相場は美人投票と言ったりしますが、そうなることが多いだろうと考える人が多いからこそ、その大多数が考える方向に動きやすいということですね。ではですね、ここまで2つの方法について確認してきましたので、次にこれら2つのパターンの意味合いの違いについてお話ししていきたいと思います。この2つの意味合いの違いがわかるようになると、チャートが読みやすくなります。ではこの2つのチャートの形ですね、どのような意味合いの違いがあるのか3秒でいいので考えてみてください。はい、答えはこちらです。左が売りの強さを表し、右は買いの弱さを表します。どういうことかというと、左の形というのは、ここの下落で押し安値を一気にブレイクしています。押し安値というのは最後の高値更新の起点となった安値ですから、ここの安値からの買いはかなり強かったということが読み取れますよね。ただそれを一気にブレイクしてきたということは、ここの売りの勢いが相当に強いということを示唆します。はい。一方で右側の形なんですが、右側の形というのは目線の切り替わったポイントにおいては、まだ押し安値をブレイクするには至っていません。ただ一方で高値更新には失敗しています。つまり買いの勢いが弱くなっているということを示唆します。これらが2つの形状が示唆する意味の違いです。はい。ではここまでのお話を聞いて、じゃあ1と2の方法、どっちが正しいんだ、どっちを使ったらいいんだというふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。ただここまで視聴していただいた方はお分かりだと思いますが、これはどちらも正しいんです。ダウ理論の中にこういう原則があります。トレンドは明確なシグナルが出るまで継続する。この明確なシグナルってダウ理論の中にここを割ったら明確なシグナルだよって書いてあるわけではないんです。この明確なシグナルをめぐってはいくつかの解釈が存在し、その解釈で最も有名な2つというのが今回紹介している2つの方法ということです。ですので僕ら投資家トレーダーにとって大事なのはどちらが正しい正しくない、どちらの方が勝ちやすい負けやすいではなくて、市場参加者の中には1の方法でも2の方法でも目線付けを行う人がいるということを理解すること。そしてだからこそ1の方法で見ている人も2の状況が発生しそうな時は、こっから売りが優勢になって下降トレンドがスタートするかもしれないと備えられるかどうかだと思います。で、実際僕も2つ使っています。で、それはそれまでの値動きの推移とか直近の勢いの強さということも含めて総合的に考えて両者を使っています。またですね、今回初めて目線付けのことを知ったという方は、最初はどちらの方法から見ていくのがいいのかという疑問を持つ方もいると思います。で、普段僕がお伝えしていることをお話しすると、最初はどちらか一つの方法に固定して目線付けの方法を訓練していくのがおすすめです。
で、2つの方法では1の方法が簡単なので、最初は1の方法からスタートするといいと思います。1の方法で目線付けの訓練を行って完璧になったら今度は見方の幅を広げるために2の方法も練習していくのがいいです。理由は2つのことを同時に進めるとどっちもどっちになってしまうからですね。はい。なのでまずは1つの方法を徹底的に極めるということをお勧めしています。はい。さて、ここまで目線付けの2つの方法について見てきたわけなんですけども、僕の過去の動画の中では、今回紹介した目線付けの2つの方法はいろいろなところで登場しています。ただですね、右の方法に関してお話をすると、押し安値を割っていないから上目線継続なんじゃないですかっていう質問をいただくことがかなり多いので、ちょっとこれは世界には2つの見方があるということを知らないと、日本人の投資家やトレーダーが知識面で不利になる可能性がある。そういう状況は避けなければいけないという使命感というとちょっとカッコつけてると思われるかもしれませんが、そういった気持ちがあって作成しました。ですので今回の動画、他の方にもぜひ見てもらいたいと思っていただいた方はですね、高評価をいただけると他の方が気づきを得るきっかけにもなると思いますのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。